今日は子供と一緒じゃないの？え？私たち子供いないけど。え？夫は何も言いません。私は怖くて、夫の顔を見れませんでした。彼女は何かを察したのか、慌てている様子。じゃあ、私急いでるからまたね。そう言って、逃げるように去っていってしまったのです。私は何も言わないで立ち尽くす夫の方をようやく向くと、明らかに動揺し、顔面蒼白の状態でした。ケンジ、どういうこと？その後、私たちは買い物などする気は起きず、帰路に着きました。夫は何も話さず黙ったままです。私は真実を聞くために夫に詰め寄りました。ようやく口にした夫の言葉は私を驚愕させたのです。私の名前は優子、38歳。日中はパートで働いています。夫の名前はケンジ、40歳。サラリーマンで最近は少し責任もある立場になったとかで帰りが遅くなっていました。私たちの間には子供がいないのですが、休みの日は二人で出かけるなど、それなりに二人の時間を楽しんでいます。私たちが出会ったのは婚活パーティー。30歳を過ぎて周りの友人たちが結婚して、焦っていた私が駆け込み寺のように駆け込んだのが、都内で30代限定で行われていた婚活パーティーでした。そこでカップリングしたのが2歳年上のケンジだったのです。その日はだいぶ遅い時間になっていたので、連絡先だけ交換して後日会う約束をしました。ケンジは最初のデートの時に小さな花のブーケを用意してくれていました。私は初めての体験ですごく嬉しかったのを覚えています。そしてまたすぐに会うことになり、私たちは何度目かのデートで付き合うことになりました。さらに半年が経った頃、プロポーズを受けます。少し早いかなと思いましたが、これを逃したら一生結婚できないかもしれないと思っていた私は結婚を決意。結婚してみると毎日が幸せで不安なんて全くありませんでした。結婚当初は私も働いていたのですが、夫に家に帰った時に暗いのは寂しいと言われパート勤務に変更。もともとは大手スーパーをメイン事業としている人事部で働いていたのですが、そのままその実店舗でレジ打ちのパートを始めたのです。新生活にも徐々に慣れてきた頃、私は子供が欲しくて何度か夫に言ったのですが、疲れて帰ってきてるんだ。夫からは相手にしてもらえない日々が続きます。私はなんだか孤独を感じ始めていました。でも、その頃は残業が続いていたので、夫が疲れているのは事実。私はそれ以上何も言えなかったのです。夫との会話は徐々になくなっていきました。たまに夫が話す言葉といえば、うわ、これなんだよ。味が濃すぎだよ。俺を高血圧で病気にさせる気か？そんなに濃い？ごめんなさい。お前何ぼさっとしてるんだよ。家で暇してるんだから、食事くらいしっかりやってくれよ。私も働いているんだけど、たかがパートだろ？そんなの仕事に入らないよ。何よそれ。正社員が偉いって言ってるの？私が大きな声を上げると、心底鬱陶しいといったような表情を見せて、外に出て行ってしまうのです。こんなことがたびたび続き、私は体調を崩してしまいました。病院へ行った時に、ストレスから少し味覚障害が出ていると言われ、私は食事もまともに作れなくなっていったのです。料理には自信があって、昔はよく褒めてくれていたのに、夫にはもうその頃の記憶はないかのように私を責めました。ストレスってなんだよ。俺の方がストレスだよ。毎日疲れて帰ってきてるんだから。その頃、夫はほぼ毎日、帰宅は夜の11時を過ぎていました。ひどい時は深夜2時頃もあり、残業だという夫の体が心配だったこともあります。しかし、たまにお酒の香りがする時もあって、指摘すると逆ギレする始末。接待だよ。やりたくないよこんなの。
仕事と引き合いに出されてしまうと、それ以上は何も言えません。それからは、私も文句を言うと余計にストレスが溜まるので、何も言わなくなったのです。子供を作るなんてという雰囲気は皆無といった状況で、私ももう諦めていました。そんな状態がしばらく続くと、離婚の2文字が頭を過ぎるように。しかし、ある時から急に夫の機嫌が良くなっていったのです。ゆうこ、これお前の好きな花だよな。え、どうしたの？会社近くに花屋さんができていたんだよ。花なんて、ここ何年ももらっていなかったので驚きました。それに、私のことを名前で呼ぶのもすごく久しぶりで、なんだかくすぐったい気持ちになったのです。どうしたの？急に。いつも俺のために頑張ってくれてるからさ。この頃は、夫は部署を移動していました。きっと、今の仕事が夫には合っていたのだと思います。毎日楽しそうに帰ってくる夫の姿を見て、私はほっとしました。仕事、順調そうね。そうだな。これも優子のおかげだよ。また、名前で呼んでくれた。名前を呼んでくれることがこんな嬉しいことなのかと改めて感じます。そんなある日、夫が土日を挟んで出張があると言ってきました。その週は金土日と3連休だったので、どこか旅行に行きたいと思っていたのですが、仕方ありません。夫は金曜日の朝から出て、日曜日に帰宅すると言っていました。会社ももう少し考えてくれればいいのにね。まったくだよ。私は夫を見送り、急に空いた3連休にパートのシフトを入れました。パート先の店長からはすごく助かると言われていたので、昼から夜までがっつりと働いたのです。頑張って稼いで、夫と美味しいものを食べに行こう。そんなことを考えると、なんだか仕事も楽しくなり、休憩時間に私が珍しくいることに他のスタッフが驚いていました。私が夫が出張だと伝えると、こんな意地悪を言われたのです。もしかして、不倫旅行じゃないの？まさか、やめてくださいよ。その時は笑い飛ばしましたが、妙に胸がざわつきました。そこで、パート終わりに夫に電話をしてみます。しばらくコール音が鳴っていると、不機嫌そうな夫の声が聞こえました。何？あ、ごめん。どうしてるかなって。まだ会社の人と一緒なんだよ。こんな時間まで仕事なの？接待だよ、接待。そうなんだ。ごめん。出張中は電話しないでくれ。集中したいんだ。そう言って電話が切れました。私は同僚に言われた言葉が頭に重くのしかかります。まさかね。しかし、そんな私の思いとは裏腹に、日曜日の夜、夫はご機嫌で帰宅しました。はい、これお土産。ありがとう。出張に行ってお土産まで買ってきてくれるなんて、結婚したばかりの頃はありましたが、最近では全くありませんでした。きっと仕事が忙しくなって疲れていただけよね。余裕が出てきて私にもう一度向き合ってくれているのかもと思いました。私も夫の気持ちに応えないと思い、同僚が言っていたことは胸の奥にしまったのです。それから1週間後の週末の朝、不意に夫がこんなことを言ってきました。その日は珍しく夫が家にいたのです。今日さ、久しぶりに出かけないか？え？どこか行きたいところでもあるの？違うよ。せっかくだからデートでもしないかってこと。デート？そんなこと、夫の口から出るとは思いもしませんでした。もうすぐクリスマスだし、何か欲しいもの買ってやるよ。一体どうしたの？夫がこんなに優しくて気が利くなんて、今までなかったので、私は心底驚きました。でも、めったにないことなので、私は甘えることにしたのです。その日は新しくできたショッピングモールで買い物をすることに。以前から行きたかったこともあり、久しぶりのデートにはうってつけです。夫の腕にそっと触れながら歩いていると、あれ？ゆうこさんじゃない。あ、ケンジも。もしかして、ミカさん？私は偶然にも友人と会ったのです。
彼女はもともとケンジの友人でした。付き合っている時に紹介されたのです。そこで私と同じ会社であることが判明。そこから連絡先を交換して飲みに行く中に、お互いに悩み相談をするようになりました。ですが、私がパートになってからはすっかりご無沙汰していたのです。彼女とは結婚式以来の再会でした。ケンジも久しぶり。そうだな。あれ？すると、彼女は私たちの周りをキョロキョロと見始めます。どうしたの？今日は子供と一緒じゃないの？え？私たち子供いないけど。え？だってケンジ、この前女の子を肩車してたよね。夫は何も言いません。私は怖くて、夫の顔を見れませんでした。彼女は何かを察したのか慌てている様子。じゃあ、私急いでるからまたね。そう言って逃げるように去っていってしまったのです。私は何も言わないで立ち尽くす夫の方をようやく向くと、明らかに動揺し、顔面蒼白の状態でした。ケンジ？どういうこと？私たちは買い物をせずに家に帰ってきました。デートの続きをするような雰囲気ではなかったのです。家に着くと私は夫に説明を求めました。どういうこと？しかし、夫は黙ったまま何も話しません。するとその時、スマホがメールの着信を知らせてくれました。黙ったままの夫を放置してメールを開くと、温泉地のようなところでお揃いの浴衣を着て笑っている夫と小さな女の子が写っています。これ先週、私が撮った写メ。私もたまたま近くのホテルに泊まってたの。声掛けしようとしたんだけど、あまりにも幸せそうで邪魔したくなくて。私は夫の前にスマホを置いて写メを見せました。この子は誰？夫は目を見開き、驚愕しています。なんだ、この写真。ミカさんが先週見たんだって。ケンジ、先週は出張だったよね。もしかして急に私に優しくなったことと、この子は関係ある？夫は何も言いません。私は話してくれるまで待とうと思い、前の席に座りました。1時間くらいそうしていたでしょうか。すると観念したのか、夫がぽつりと話し始めたのです。この子は俺の子だ。私はもうこの1時間の間に予想していた回答だったため、覚悟はできていました。だから、驚くほど冷静な声が出たのです。不倫していたってこと？夫は何も言いません。私はもうさすがに頭に血が上りました。答えてよ。すると、夫は急に笑い出したのです。何笑ってるの？ああ、もう隠すのめんどくせえ。そうだよ、不倫だよ、不倫。結構バレないもんなんだなって思ってたんだけど。私は目の前にいる人物が本当に自分が愛した夫なのかと疑わざるを得ませんでした。夫は全く悪びれる様子もなく不倫を認めたのです。いつから？そうだな、5年前くらいかな。そんなに？相手は会社の後輩だったそうです。不倫関係になって2年経った頃、相手に子供ができたのでした。私が子供欲しがっていたのを知ってたよね。夫は心底嫌そうな顔で私を見ました。めんどくさいとでも言いたげな顔です。なんで？子供ができた時言わなかったの？だって色々と面倒じゃないか。子供だってたまに会うくらいがちょうどいいよ。周りの男たち見ていて思うんだよ。俺は子育てには向いてないって。ひょうひょうと答える夫に怒りが湧きました。夫は愛人とも結婚する気はなく、おそらく子供を認知しようとも思っていないのだと思います。でもさ、実は先週家族3人で旅行に行った時に思ったんだよ。子供がいる生活もいいかなって。子供が可愛くてさ、本当はもっと考えてからにしようかと思ってたんだけど、バレちゃったし。俺たち離婚しようか。夫は私があれだけ悩んだ離婚という言葉をあっさりと口にしました。私と別れて、彼女と一緒になるってこと？そういうことになるね。
夫はもう私には愛情がないとその時気がつきました。一つ聞きたいんだけど、なんで今まで私と結婚生活続けていたの？だって俺、家事苦手だし。それにお前は、俺がお金を渡さなくても勝手に稼いでくれるじゃないか。私は結局、ただの都合のいい妻だったのです。わかった。離婚しましょう。こうして私たちは離婚することに。もちろん、私には全く非がないので、財産は折半で慰謝料も高額請求できました。こんなに取りやがって、ほとんど貯金がなくなったじゃないか。私にしてきたことの代償です。本当はもっともらいたいほどよ。私の7年を返してほしいくらいだわ。まあ仕方ないか。アラフォーのお前なんか、もうもらい手はいないだろうし、残りの人生、寂しく一人で生きていくんだな。これが夫から最後に言われた言葉でした。夫からは最後の最後まで謝罪の言葉はなく、私はそれからパートを辞めて他の会社に転職しました。もともといた会社に戻ろうかと思ったのですが、ミカさんがいたというのも理由です。彼女には証拠を提供してもらい感謝していますが、元夫の友人でもあります。顔を合わせてしまうと夫のことを思い出しそうで辛かったのです。それから私は仕事に打ち込みました。数年の月日が経ち、元夫のことなんてすっかり忘れていた頃、私はテラスで待ち合わせをしていました。柵の向こう側から声をかけられ、振り返ると、優子じゃないか。そこにいたのは元夫のケンジでした。なんだか、すごく髪も薄くなり、細くなっています。まだ、年齢は45歳にもなっていないはずなのに、還暦を迎える年齢間近とでも言いましょうか。人違いです。私は無視を続けましたが、元夫はずかずかとテラスに入ってきて、私の前に座りました。間違えるはずないよ。優子だよ。いや、元気だったか？何の用？私、待ち合わせしてるんだけど。私はさっさとどっかに行ってほしくて、要件を聞きました。すると、元夫は自分の話をしだしたのです。実はさ、俺離婚したんだよ。元夫は愛人と再婚して家族3人で暮らしていたようです。しかし、元夫にはお金がなく、愛想を尽かした愛人は別の男の元へ行ってしまったのでした。しかもさ、聞いてくれよ。あの子供、俺の子供じゃなかったんだ。は？さすがにそれには驚きました。愛人は他にも浮気をしていて、誰の子かわからなかったようです。子供が病気をした際の採血で判明したのだとか。何でも、元夫の子供ではありえない血液型だったそうなのです。大喧嘩になり、そのまま離婚へ。俺は何年もの間、自分の子じゃない娘を育てていたんだ。顔を歪めて悔しがる元夫はなんだか惨めでした。そんな話を私にされても、もう関係ないから。いや、関係あるよ。だからさ、再婚しようよ。は？またしちゃって悪かったね。この男はまだ、私が自分のことを好きでいると勘違いしているようでした。その時、私が待っていた人がやってきました。優子、待たせちゃってごめんね。あれ？この方は知り合いかい？元夫は怪しげに彼を見ました。この人は私の元夫。今、たまたま会ったの。ああ、この人が。なんだよ。いえ、話は聞いています。私は優子の婚約者の祐介って言います。婚約者？そうよ。彼ともうすぐ結婚するの。驚いた元夫は私のお腹に目を動かしました。お前、そのお腹。あ、彼との子供が生まれるの。高齢出産になっちゃうんだけどね。私は42歳でようやく子供を授かりました。彼は年下で縛るわけにはいかずに一人で育てようと思っていたのですが、つい最近プロポーズをされたのです。嘘だ。俺はお前と再婚するために探していたんだ。この数ヶ月もの間、毎日お前を。ぞっとしました。元夫は私に偶然を装って会うために、私が行きそうなところに毎日訪れていたのです。
仕事も勝手に休み、私を追いかけ回していたようでクビになったそう。あなたが自分で彼女を手放したんですよね。だったら、もう彼女に執着しないでください。うるせえ。元夫が彼に掴みかかろうとしたので、その場は騒然となりました。店員さんが警察を呼んでくれて、元夫は連行されていったのです。厳重注意ですぐに返されたそうですが、その後も元夫は私たちに付きまとってきたので、接近禁止命令を出してもらいました。さすがに訴えられては困ると思ったのか、小心者の元夫はそれ以上何もしてきませんでした。風の噂によると元夫は一人ぼっちで工場で働きながら細々と生活しているようです。私との結婚生活の話をよくしていると聞きましたが、もう気持ちが悪いとしか思えず、彼に同情など全くできませんでした。それから私は子供を出産して、現在は家族3人で幸せな家庭を築いています。彼はとても小煩悩で困るくらいです。定時で帰ってきて一緒にいる時間をたくさん作ってくれます。結婚は焦ってするものではなく、時間がかかってもお互いが幸せになれる相手を選ぶべきだと思いました。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。